今回は FW14B のパート8です。ルノーとホンダの違いとは何か。ルノーとホンダの違いというと、V10 エンジンと V12 エンジンなんて考えてしまうんですけども、ルノーの考え方であるとか、マインドというものを詳しく知ると、こんなにもエンジンへのアプローチが違うんだ。だからエンジンの作り方が全く違うんだっていうのがよくわかりました。どうして92年ルノーエンジンが最強だったのかというのをベルナール・ディドさんの話から解明したいと思います。改めて紹介すると、ルノースポールテクニカルディレクター、ベルナール・ディドさんです。ルノーエンジンの親玉ですよね。そもそも3.5リッター V10 エンジンで復帰する際に、ルノーの社長にこう言われたそうです。89年復帰に際して、ルノーの社長から直々に言われたんだ。F1 を続けたいのであれば、すぐにでも勝ち始めろ。2位になるために金を出すんじゃない。日本勢をのさばらせすぎた。ヨーロッパのチームが本気を出したらどうなるか。目に物見せてやろう。ルノーの社長、すごいですね。なんか、江戸っ子のような口調になってますけど、訳す前のフランス語はどうなんですかね。ちょっとわかんないですけど。でも何しろ、ルノーはターボ時代チャンピオンを取れないで最終的にホンダエンジンがターボで勝ちまくりましたよね。なのでその時のリベンジも含めて NA で戦うんであればすぐにでも勝てというそういう命令を出してきたんですね。日本勢をのさばらせすぎた。これ元のフランス語やっぱり気になりますね。でも何しろヨーロッパのチームとしてホンダを倒すっていうのが大きい責務として背負ってたんですね。なのでディドさんは見た目でそんな風に感じませんけど、非常に大きいプレッシャーを背負いながら戦ってたんですね。はい。で、92年無事にチャンピオンを取れたハンガリーグランプリ後のインタビューです。タイトルが欲しくて何年も頑張ってきた。本当に獲得できたことがまだ夢のようで信じられない。工場へ戻り、歴史的な瞬間を仲間と分かち合いたい。これ、レースで勝った直後なんで、工場の仲間と分かち合いたいって言ってますね。でも、夢のようでと言ってますから、やはり何年間も強いプレッシャーにさらされてたんですね。この時にチャンピオンになれて本当におめでたいことです。去年我々はシーズン前半のつまずきのせいでチャンピオンシップを獲得することができなかった。RS3C エンジンでシーズンを始めるのは重要なことだった。フランスグランプリのあたりで RS4 エンジンを使える状態にあったが、やはり信頼性という点でRS3C で行くことに決めたんだ。前年の91年、主にセミオートマのトラブルで、開幕から何レースもポイントを逃しました。そのせいで、車は良かったのにチャンピオンになれませんでした。やはりルノーとしても、92年、信頼性というのを最重要視してたんですね。なので、前年の改良型エンジンの RS3C で序盤を戦ったと。で、RS4 エンジンはもうあったんだけど、地元のフランスでも、確か予選だけ使って決勝は使わなかったですよね。そんな感じで、とにかく信頼性を重視して戦ってきたと。ということなんですけど、信頼性を重視してたと言っても、RS3C は、開幕からもう最強のエンジンでしたよね。ホンダエンジンは圧倒するパワーがありましたので。で、さらにもっと速い RS4 というエンジンがあった。つまり92年のルノーは、開幕から勝てるエンジンを持ってて、さらにもっと速いエンジンが準備してあったっていうのが、絶対に勝てるという体制を作ってたということになります。レースのたびに新しいスペックを使用しているわけではないが、2レースに1度は細部を変更するんだ。今年はざっと見て、我々はホンダと同じレベルにあり、コースによっては我々の方が勝っていたと思う。おおよそ2レースに1回新しいスペックのエンジンを投入してたんですね。これすごいですね。本当にホンダに負けないぐらいどんどんバージョンアップしてったんですね。で、ホンダと同じレベルにあり、コースによってはって言ってますけど、これはちょっと控えめに言ってるような気がしますね。ほとんどのレースでルノーが勝ってたと思います。明確にホンダが上回ってたのはシーズン後半のいくつかのレースだけだと思います。で、次にちょっと技術的な話になります。現在使われるタイプのエンジンには4つの基本要因がある。エンジンスピード、溶石に対する効果、そして摩擦と燃焼だ。エンジンパフォーマンスを向上させる際の問題は、
技術的な限界があることで、それを超えようとするならば、技術そのものを変えなければならない。ここでデュドさんが言ってる話は、ルノーの考え方が非常によくわかる内容です。技術的な限界がある場合、それを超えようとするなら、技術そのものを変えなければならない。ちょっと文章で見るとわかりづらいんですけど、つまりね、こういうことだと思います。わかりやすい3つ例を出しました。技術を変えて解決するルノー。1、高回転化の限界。これはニューマチックバルブで対応。2、パワーアップの限界。これは特殊燃料の開発。3、冷却システムの肥大化。これはホットエンジンで冷却効率アップ。例えば、1番の高回転化の限界。ホンダエンジンの場合は、V10 の限界を感じた時に V12 に切り替えるっていう考え方でしたよね。だけど、それは、技術は同じままで V10 から V12 にして、その高回転化の問題を回避したっていうことですよね。だけど、ルノーは違うんですね。V10 で高回転化することに限界があるんであれば、それはニューマチックバルブという技術によって、その問題を回避する、解決するっていう考え方ですよね。で、ほぼ同じことなんですけど、パワーアップに限界を感じたら、エンジンをもっと回すとかっていう考え方じゃなくて、燃料によってもっとパワーが出せるんじゃないかというふうに考える。つまり、またそこでも違う技術を投入して問題を解決するっていうことですよね。こうは言っても、もちろんルノーエンジン本体も進化してますけどね。ここでは分かりやすく説明してます。で、3番、冷却システムの肥大化。エンジンがパワーアップすればするほど求められる冷却能力は高くなりますので、これも分かりやすい例が、マクラーレンホンダは V12 エンジンなんで、すごい大きいラジエーターを積んでましたよね。もちろん重いし空気抵抗になります。だけど、ルノーはラジエーターを大きくして解決するんじゃなくて、ホットエンジンという技術を投入して、冷却水の温度を上げることによって、小さいラジエーターでもエンジンが冷えるようにする。これがデュドさんが言ってる技術の限界を違う技術で超えるということだと思います。この代表的な3つだけ見ても、ホンダとルノーの考え方が全く違うってわかりますよね。私も今回これまとめながら、ホンダとルノーの考え方が全然違うんだなっていうのがよくわかります。今年我々ルノーがチャンピオンを獲得したことは、ヨーロッパのメーカーが日本のメーカーに勝ったことを意味している。競争力があることが証明されたわけだ。ヨーロッパには優勝できるだけのチームを作れる技術があるが、日本人のように徹夜を繰り返して働きはしない。ヨーロッパ人と日本人ではメンタリティが違うんだ。最初に紹介したルノーの社長が日本勢をのさばらせすぎたっていうのを、やっと覆したというかね、やっと日本のメーカーを倒した。そういうニュアンスが含まれてますよね。バイクの世界なんかでも似たようなのがあって、ホンダヤマハがすごい速いんだけど、250cc ではイタリアのアプリリアというメーカーがね、このちょっと後ぐらいに急に強くなります。それも日本のメーカーとは違うアプローチで日本メーカーを倒すという考え方をしてましたね。だからルノーと全く同じ考え方ですね。で、あとこの後半の文章、これも非常に重要なんですけど、日本人のように徹夜を繰り返して働きはしない。ヨーロッパ人と日本人ではメンタリティが違うって言ってますよね。これ自体は技術の話じゃなくて、働き方の話なんですけど、結局これも F1 を戦い続けるって意味ではね、すごい大きな意味があるんですよ。っていうのは、ホンダがこの92年撤退した時に、もうホンダの技術者のみんなはヘトヘトだったらしいんですね。とにかく勝たないといけない。バージョンアップしたいで、新しいエンジンを送り出す。新しいエンジンを作るということになってたので、とにかく途方もない労働、つまり労働時間を犠牲にすることによって成り立ってたシステムなんですね。なので、ホンダの撤退が決まった時に、何しろ、ホンダの技術者の皆さんはもうヘトヘトで限界だったらしいんですね。ということは、現実的にはそれ以上継続できなかったわけなので、ルノーはきちんとこの後何年にもわたって活躍しますよね。なんで、ただ単に仕事量、膨大な労働時間によってエンジンを作り出すんじゃなくって、技術の問題は技術で解決するという考え方によって、エンジンが進化して、この後も何年も戦い続けることができたわけです。何にしろ、ルノーエンジンっていうのは、日本というかホンダとは、根本的に仕事に対する考え方が違うし、技術に対する考え方が違うんですね。そのルノーの考え方が正しかったというのが、やっと証明されたのが92年ということだと思います。この後ルノーはチャンピオンであり続けますので、
ルノーの取り組み方というのは、やはり正しかったということになると思います。これが FW14B が強かった一つの要因、ルノーエンジンの話になります。はい。今回で FW14B は、終わりの予定です。次回はようやくバイクをやろうかなと思ってます。おそらくバレンティーノ・ロッシの NSR500 か、RC211V のどちらかをやろうと思ってます。はい。いつもコメントね、ありがとうございます。高評価もありがとうございます。チャンネル登録者も増えて、大変嬉しいです。仕事しながらね、動画作ってるんで、今回みたいにちょっとインターバルが空いちゃう時もありますけど、とにかく頑張りますんで、はい。よろしくお願いします。